ご視聴いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。フィリップです。今日は冬場の車内で使うガス暖房岩谷のマイダンの土台の改良をしたいと思っています。先日燃焼テストをしてみたんですけど、狭い車内で使うにはちょっと不安定なように思ったんですよね。脚部が本体の大きさと比べるとちょっと小さくて、合成も乏しいためか少しグラグラしているかなっていう印象があります。というわけで早速ですが、現物合わせでデザインを考えていきたいと思います。真四角でも安定しそうなんですけど、さすがに見栄えが少し悪いのでシンプルな曲線のデザインにしたいと思います。またなるべく車内にあるものに接触しにくいように土台の前後を伸ばして安定性を増して、接触しにくいようにしたいと思います。完成した時のバランスを考えながら下書きをしていきます。あまり大きすぎても大げさになるんで、いいバランスを探します。曲線の下書きには適当な R のついたものや紐などを使っています。板の左右の中心を出してから希望の R が取れるように紐の長さを調整します。今回はそこまで厳密に寸法を出す必要もないので、あくまで成形する時の目印になります。紐の途中に輪になるように結び目を作って、そこに画鋲と鉛筆を入れて下書きをしていきます。マイダン本体を置いてみて、土台と本体のバランスが悪くないかを確認していきます。特に問題なさそうなので、早速材料を切り出していこうと思います。今回は切り出しにはジグソーを使い、単面の処理はトリマー、あとは手作業になります。電動工具を使ってもどうしても仕上げは手作業になってきますね。私はマキタの 10.8V の少し古い型のジグソーを使ってます。軽いのでいいんですよね。幸いなことにバッテリーの社外品がまだ手に入りますので、まだまだ活躍してもらえそうです。車の内装もこれで作ってます。大きい R の曲線を切断するときは手首は固定して肩関節を中心に体、腕を回すときれいに切れます。前後端とも曲線にしようかと思ったんですけど、思ったより落ち着かない感じになってしまったんですよね。なので今回は真ん中あたりを直線で長く切り落としてみました。田島ツールのアラカンという荒削りのヤスリで大まかに成形していきます。荒削りするのに長く使えるんで重宝してます。バランスも良さげですね。大まかな形はこれで決定としようと思います。次はトリマーで単面の処理をします。刃物が高速で回転して切削していってくれます。オレンジ色の刃の根元にガイドベアリングがあって、それがなぞった形に崩れていきます。トリマーもあらかた削るだけなので、仕上げはやっぱり手作業になりますね。マイダンの足を外してみて、本体を土台に実際に乗せてバランスを確認していきます。やっぱりこのプラスチックの足は本体の重さやバランスからするとちょっと小さめかなと思います。本体を板の上に直接乗せるのが一番安定すると思いますけど、さすがに少し浮かせないと危ないですよね。部屋にあった角材で本体を浮かすためのスペーサーを作りたいと思います。角材からスペーサーを切り出しちゃいます。この時は輪切り方向で切っているんですけど、これは少し不安定だったので、結局後ほど別の木材で一回り大きく作り直しました。トリマーを使って角を落としていきます。トリマーは刃を変えることで様々な加工ができるのが特徴ですね。ただいかんせん回転数がとても高いのと、
刃物がとても鋭いので使うときは気を使います。動かすスピードも結構重要なんですよね。ちなみに今仕上げているのが作り直したスペーサー部分になります。少し薄く、また少し大きく作り直しました。穴位置の型紙を作ってスペーサーに転写します。元のプラスチックの足を使って穴位置を転写するのもいいと思います。一応ドリルガイドサポーターなどを使いますけど、やっぱりボール板が欲しいなって思います。切りっぱなしでは少し寂しいので、単面にトリマーで飾りを入れていこうと思います。トリマーを使う作業で一番楽しいです。飾りを入れると見栄えが全然変わってくるんですよね。今回は角を大きい R で削るための刃を少し引き出して角と R の組み合わせにしています。飾りを入れるときは削り代が大きいので大量の粉塵が出ます。対策は必要ですね。単面を段付きの R で仕上げました。切りっぱなしよりもかなり上品に見えると思います。結構印象が変わりますよね。飾りの仕上げも手作業になります。削りすぎないように表面を整えていきます。適当にやると段付きとかも消えちゃうので工夫して仕上げていきます。こんな感じですね。サンドペーパーの番手をどんどん細かくして表面を滑らかに仕上げていきます。これが結構時間かかるんですよね。この時点でスペーサーは木工ボンドで土台に接着してあります。ドリルサポーターを利用して土台まで穴を貫通させます。材料の板が余るので、実はまとめて4枚作ってたんですよね。別々に作るよりまとめて作っちゃった方が簡単です。ヤフオクに安く出して材料代などを回収できればいいかなと思ったんですけどね。でも結局本体と間違いで落札されるのが3回続いて出品をやめてしまいました。それぞれ本体にフィッティングして取り付け確認をしていきます。一応すべて取り付けできました。自分で使う分だけを車内の内装に使った塗料で着色していきます。染み込ませるタイプの水性のステインになります。適当なスポンジに塗料をつけて均一に塗り広げていきます。焦らずにやるのが大事ですね。車の内装が2回塗ってあるので、これも2度塗りの少し濃いめでいこうと思います。上に塗るというよりは染み込ませるように塗っていきます。着色ステインは失敗することが少ないのでいいですよね。着色が完成しました。これで終わりでもいいんですけど、もう一手間かけようと思います。実は内装にもやってあるんですけど、軽くエイジング加工を施します。実際にこれを使っていくとどこが擦れるかとか考えながら表面を優しく削っていきます。今回単面の目止めにトノコじゃなくてウッドパテを使ってみたんですけどね、塗料を吸い込まないみたいで、この選択はちょっと失敗でした。無塗装か、もしくはベタ塗りであれば問題ないと思います。角はすぐに塗料が落ちてしまうので、一番最後に慎重にこすっていきます。やりすぎると大げさになるので、ほどほどに。着色が完成しました。使っていて汚れたら拭いてを繰り返した感じを再現しています。この色味もあって使い込まれた小学校の机の質感が近いかもしれません。車内は湿気も多いので、最後に蜜ろワックスでコーティングして仕上げをします。しっかりこすって熱を入れて溶かしていきます。蜜ろは車内の仕上げでも使ってて、程よくツヤが出て肌触りも良くなるのでとてもいいんですよね。完成しました。とてもいい感じにできたと自画自賛したいと思います。でもやっぱりウッドパテの部分が気になりますね。それ以外はおおむね上々だと思います。早速自分の前段に取り付けていこうと思います。
取り付けのビスが長すぎると危ないので気をつけてください。結構重くなってしまいましたが、ノーマルのプラスチックの足とは段違いの安定性ですね。置いた感じから結構違います。マイダンはシーリン管だけで動作するので、車内に1台あると本当に助かると思います。マイダンシリーズはいろいろあるので調べてみてください。キャンプで使っても結構重宝するので、車内だと十分に暖かそうな気がします。近いうちにマイダンを使って車中泊キャンプに行きたいところですね。使うのが楽しみです。点灯する気配はなさそうですね。というわけで4セット作った土台は1つはヤフオクで売れて2つは残ってるんですよね。プレゼント企画でもするかなと思ったんですけど、そもそも需要がそんなにあるのかなというところですよね。ちょっとどうするか決めかねてるので、気になる人はコメント欄でご意見いただければ嬉しいです。そうですね、以前紹介した、追加メタなんですけど、結局商品初期不良でダメになっちゃったんですよね。で、結局交換してもらえるかちょっと分かんないんですけど、今のところ交渉中って感じです。で、以前からよく使ってて信頼性のあるこの四角いタイプですね。これにもう変えちゃいました。いや、これが何がいいっていうと、あと前の動画を見比べてもらったら分かると思うんですけど、このメタのねピックアップが全然違うんですよ。で、表示も体感とちゃんと連動してる感じ。煽ったぐらいだとまだ不圧で、ちゃんと加速するときは、0.2 キロとか3キロとかかかってくるんですけど、ブースト系とこういう風にいっぱい表示できるし、このメーターはそれぞれの項目を設定から適宜入れ替えられるのが便利なんですよね。いろんな人にお勧めしてます。この動画はそろそろおしまいとなります。ご視聴いただきましてありがとうございました。これからの季節に活躍してくれるマイダンのカスタマイズの参考になれば幸いです。この動画がいいなと思ったら高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. It's worse when you're not here. Let's turn